はい、こんにちは、なぎこです。今回の動画は Xiaomi Japan さんの提供でお届けしております。なぜ Xiaomi Japan さんがスポンサードをしてくださったかというと、このですね、Xiaomi の新しく出たスマホ Xiaomi 14T Pro というこのスマホがおそらくこの動画が公開された頃に発売されてると思うんですけど、このスマホをぜひ使ってみてほしいということで、今このデバイス自体はお借りしているものなんですけど、もう多分数週間、3週間ぐらいかな、1ヶ月はちょっと行ってないと思うんですけど、そのぐらい毎日持ち歩いて、これをもうほぼカメラのように、使って写真の作例をたくさん撮ってきたので、今回はこの Xiaomi 14T Pro のカメラのことを中心に私が使ってみて思ったこととかをお話ししていこうかなと思います。で、Xiaomi 14T Pro なんですけど、このカメラがですね、トリプルカメラ、3つカメラがついていて、このカメラ自体がなんとライカと共同開発したカメラということで、結構びっくりするぐらい、これスマホで撮れるのっていう感じの写真が撮れます。で、カメラは、メインカメラが5000万画素、フルサイズ換算で 23mm 相当で、これがライカのズミルクスレンズ採用ということで、で望遠カメラも5000万画素 F2.0 で、望遠カメラ 60mm 相当だそうです。60mm はすごく個人的には使いやすい画角だなって思いました。で、超広角カメラが1200万画素、これは 15mm 相当だそうです。で、ちなみにメインカメラ、望遠カメラ、超広角カメラで撮れる写真はこんな感じで、カメラアプリのデフォルトでズームが5種類ワンタップで切り替えられるようになってて、それが超広角レンズの 15mm、等倍 23mm、2倍 46mm、2.6倍 60mmで5倍 120mm 相当っていう形になってて、この5種類のズーム倍率もすごく使いやすくて、なんか直感的に扱えるなっていうのを思いました。で、120mm 相当の5倍ズームなんかはもちろんデジタルズームではあるんですけど、全然実用に耐えるし、普通に自然と使ってしまうズームでしたね。で、もちろん 2.6 倍の 60mm 相当のズームは、光学ズームなので全然画像の劣化もなく5000万画素でビシッと 60mm 相当の絵が撮れるっていう感じで、なんですかね、なんかカメラっぽい撮影体験ができるスマホだなって思いました。それはなんかユーザビリティとかそういう部分ではなくて、やっぱりこのスマホが出す絵の部分だとは思うんですけど、ここまでの作例を見てどうでしょう。結構びっくりしませんか？いい意味でスマホの写真っぽくないっていうか。で、今回は写真中心のお話をするので動画について詳しくは触れないんですが、なんと 8K の動画も撮れるみたいです。ほんとすごい。ちょっと笑っちゃうんですけど。はい。で、4K24fps か 30fps だとログでも撮れるらしいです。もうシネマカメラじゃんっていうね。ちょっと動画もね撮ってみたくなっちゃいますけどね。なんか写真があまりにも良すぎて、すごい写真でちょっと満足しちゃいましたね。はい。で、やっぱり写真に関しては、トリプルカメラがどうのとか、どんな画角で撮れるのみたいな話ももちろんあるんですが、やっぱり特徴的なのは、すっごく簡単に言ってしまうと、ライカっぽい色、ライカっぽい絵の再現性がすごいなって思いました。
私はもうライカのカメラに関してはフィルムの M3 とあとデジタルは D-Lux8 しか持っていないので、なんかあんまりここについて詳しく語ってしまうのはどうかなとも思うんですけども、やっぱりこのライカ共同開発のこのカメラで、画質も高いんですけど、やっぱり独特のなんか色表現みたいな部分がすごく特徴的だと思いました。で、カメラの中にですね、ライカオーセンティックとライカバイブラントっていう、2つの色モードみたいなのがありまして、それ結構切り替えるとだいぶ撮れる写真の雰囲気が変わります。オーセンティックの方が明暗がはっきりしてて、なんかちょっとこう雰囲気のある仕上がりになって、こっくりとした深い色味で、俗に言うライカっぽい絵みたいなのが撮れるなって思いました。で、周辺光量落ちがかなり激しいです。これは多分エフェクト的な感じだと思うんですけど。で、ライカバイブラントに関しては解像感を感じさせるようなこう生き生きとした現代的な写りのモードです。で、色モードがこの2つをワンタッチで切り替えられるようになってます。個人的にはライカオーセンティックの方が好みだったので、今回ご紹介している作例に関しても、ほとんどライカオーセンティックのモードで撮っています。あとですね、カラーモードの他にフィルターもライカ共同開発のものが搭載されていて、それもねなかなか良いです。これはもちろんカメラアプリ内で適用することもできるし、ギャラリーアプリっていうのがあるんですけど、そこからすでに撮ってある写真に対しても適用することができます。個人的にですね、モノクロのフィルターで BWHC っていう多分ブラック&ホワイトハイコントラストっていうフィルターがあるんですけど、それがねすっごいいいです。すごくフィルムライクなモノクロの写りになります。私普段結構ライカの M3 でモノクロフィルムで写真撮って現像してっていうことをやってるので、その質感にすごく近いというか、その再現性がすごいなって思いました。これはスマホで撮ったとは誰も思わないと思うっていう写真が出てきます。あと面白いのはライカスカシっていうここ数年ちょっと SNS とかで流行ってるEXIF の情報がこう縁に載るようなアプリがあると思うんですけど、それの公式バージョンが搭載されてます。結構ねいろんなフォーマットが選べるようになってて、これもね面白い機能だなって思いました。なんかこう縁がつくとそれっぽくなりますよね。はい、これもいろいろ遊べて面白いなって思いました。はい、もちろん、撮影する時にもうこのライカスカシを入れることもできるし、撮ってる時は入れずに後からライカスカシを追加するっていうことも可能です。もうあれじゃないですか、全然いいよねなんて言うんですかね、最近のスマホはとってもよく映るとは思うんですけど、やっぱり取って出しだとさすがになんとなくこうスマホの写りだなっていう感じがしてしまうというか、やはり普段自分がカメラで撮ってる写真とはちょっと違うなって思ってしまう部分はすごくあったんですけど、この Xiaomi 14T Pro はいや全然取って出しでいいなって思ってしまって、なんか衝撃でしたなんかスマホとして持つというより、個人的にはサブカメラとして手元に置いておきたい。
はい、ちょっと写真以外の部分にも触れておこうと思うんですが、本体サイズはこんな感じで、ディスプレイは 6.67 インチです。結構大きいです。私が普段使っているスマホよりちょっと大きい。で、重さは 209g なのでちょっと重めではあるんですが、なんかこの背面の部分、ちょうど握って手にくる部分が良い感じにラウンド加工されてて、大きいんだけど意外と持ちやすいです。で、カラーは3色展開で、これはチタンブラックっていう色で、なんて言うんだろう、ちょっとね、なんかキラキラしてるんですよね。すごいね、高級感あって、デザイン的にはシンプルでいいなって思いました。なんかこれがかっこいいっていう噂だったので、ちょっとチタンブラックお借りしたいですって言ったんですけど、かっこいいですよね。マットなんだけどちょっとだけ光に当たるとキラキラする、なんか鉱石みたいなテクスチャーが施されてて高級感あります。個人的にはなんかシンプルなシルバーみたいな色が欲しい。で、使ってて思ったのがバッテリー周り。これ5000mAh って結構大きめのバッテリーが搭載されてまして、こう私これ使っている間、ほとんどこのカメラアプリを立ち上げたまんまにしてこうやって街を歩いてて、5000mAh のバッテリーが搭載されてるとはいえ、かなりのスピードでバッテリーがこう減っていくわけですね。なんですけど充電がむちゃくちゃ早いんですよ。最大 120W の超急速充電に対応しているらしくて、まあちょっと私今 120W のもうそもそも充電器を持ってはいないんですけど、バッテリーなくなったなと思って電源にこう挿しておくだけで、あれもうこんなに充電できてるっていう感じで非常にいいなって思いました。なんかバッテリーやっぱりどんどんなくなっていくんですけど、充電スピードさえ速ければちょっと挿しとけばすぐ復活してくれるので、超急速充電大事ですね本当に。でもちろん IP68 等級の防水防塵性能で、濡れたりとかも基本的には気にせず使えるっていうことで、海外メーカーのスマホだとやっぱ気になるのが、お財布携帯使えるのってとこだと思うんですが、もちろんちゃんと使えます。バッチリじゃんっていうね、抜かりないな。というわけで、いろいろお話ししてきましたが、Xiaomi の最新スマホ 14T Pro いかがでしたでしょうか。何ですかね、スマホのカメラもスペックの部分では語りきれない、その色の表現だったりとか絵作り部分みたいなところとかで差別化を図っていく時代なんだなっていうのを思いました。ちなみに発売にあたってなんかいろいろキャンペーンとかやってるみたいなので、詳しくは概要欄を見てみてください。じゃあ Xiaomi の 14T Pro でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしければ高評価をいただけたら嬉しいです。ではではまた次回、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。